月曜日の朝は少し早く起きました。外の空気は冷たく、窓の外には薄い霧がかかっていました。家の中はエアコンのおかげで暖かく静かな朝でした。台所に行き、まず抹茶を入れて飲みました。温かい抹茶の香りが広がり、体がゆっくりと目を覚ましていくようでした。その後、朝ごはんの準備を始めました。冷蔵庫から豆腐とわかめを取り出して味噌汁を作りました。鍋の中で湯気が立ち上り、味噌の香ばしい匂いが台所いっぱいに広がりました。次に卵を割って卵焼きを作りました。ふわふわに焼けるように火加減に気をつけながらゆっくりと巻きました。さらにかぼちゃスープも作りました。柔らかく煮えたかぼちゃをミキサーで滑らかにして少し塩を加えました。昨日の残りのご飯を温め、朝ごはんの準備ができました。家族が起きてきて、みんなで食卓を囲みました。祖母は料理を褒めてくれて、祖父はよく食べていました。温かい料理と家族の笑顔で朝の時間はとても穏やかでした。窓の外からは柔らかい光が差し込み、空が少しずつ青くなっていきました。朝ごはんの後、祖父母と一緒に買い物に出かけました。冬が近づいてきたので、祖父母は冬の服を買いたいと言っていました。二人は最近少し体重が増えたようで、新しいサイズの服を探していました。祖父はグレーのセーターを手に取り、鏡の前で試していました。祖母は赤いマフラーを選び、嬉しそうにしていました。店内は少し混んでいましたが、落ち着いた音楽が流れていて、ゆっくりと買い物を楽しむことができました。買い物の後、近くのカフェで少し休みました。温かい紅茶を飲みながら、外の道を行き交う人々を眺めました。昼ご飯は家で食べました。祖母が冷麺とエビの天ぷらを作ってくれました。冷たい麺にはさっぱりとした酢の香りがあり、エビの天ぷらはサクサクしていました。昼食の後はみんなで1時間ほど昼寝をしました。家の中は静かで外から風の音だけが聞こえました。カーテンの隙間から柔らかい光が入り、時間がゆっくり流れていきました。昼寝の後、私は祖父に英語を教えました。祖父はアメリカに行って大谷翔平の試合を見たいと思っているようでした。ノートを開いて
アルファベットの発音や簡単な挨拶の言葉を練習しました。祖父は一生懸命ノートに書き込みながら覚えようとしていました。祖母も一緒に聞いていて楽しそうにしていました。勉強の合間に日本の伝統的な和菓子を食べました。甘いあんこの味が口に広がり、温かいお茶とよく合いました。午後の勉強が終わった後、夕食の準備を始めました。この日は家で小さな焼肉をすることにしました。祖父は炭の準備をし、私は肉と野菜を並べました。祖母はタレを作り、香ばしい匂いが広がりました。みんなで火を囲みながら焼き、のんびりと夕食を楽しみました。夕食の後、片付けをしてからお風呂に入りました。外の空気はますます冷たくなっていましたが、湯船の中はとても暖かかったです。体がほぐれていくのを感じながら、一日の疲れが少しずつ消えていきました。お風呂の後、温かいお茶を飲み、少しだけテレビを見ました。祖父母はソファに座ってくつろいでいました。家の中は静かで安心した空気に包まれていました。夜、時計を見ると10時を過ぎていました。布団を敷いて明日の準備をしました。外では風が少し吹いていましたが、家の中は変わらず暖かかったです。ゆっくりと電気を消して布団に入りました。こうして月曜日が終わり、穏やかな一日が静かに過ぎていきました。月曜日の朝は少し早く起きました。外の空気は冷たく、窓の外には薄い霧がかかっていました。家の中はエアコンのおかげで暖かく静かな朝でした。台所に行き、まず抹茶を入れて飲みました。温かい抹茶の香りが広がり、体がゆっくりと目を覚ましていくようでした。その後、朝ごはんの準備を始めました。冷蔵庫から豆腐とわかめを取り出して味噌汁を作りました。鍋の中で湯気が立ち上り、味噌の香ばしい匂いが台所いっぱいに広がりました。次に卵を割って卵焼きを作りました。ふわふわに焼けるように火加減に気をつけながらゆっくりと巻きました。さらにかぼちゃスープも作りました。柔らかく煮えたかぼちゃをミキサーで滑らかにして少し塩を加えました。昨日の残りのご飯を温め、朝ごはんの準備ができました。家族が起きてきて、
みんなで食卓を囲みました。祖母は料理を褒めてくれて、祖父はよく食べていました。温かい料理と家族の笑顔で朝の時間はとても穏やかでした。窓の外からは柔らかい光が差し込み、空が少しずつ青くなっていきました。朝ごはんの後、祖父母と一緒に買い物に出かけました。冬が近づいてきたので、祖父母は冬の服を買いたいと言っていました。二人は最近少し体重が増えたようで、新しいサイズの服を探していました。祖父はグレーのセーターを手に取り、鏡の前で試していました。祖母は赤いマフラーを選び、嬉しそうにしていました。店内は少し混んでいましたが、落ち着いた音楽が流れていて、ゆっくりと買い物を楽しむことができました。買い物の後、近くのカフェで少し休みました。温かい紅茶を飲みながら、外の道を行き交う人々を眺めました。昼ご飯は家で食べました。祖母が冷麺とエビの天ぷらを作ってくれました。冷たい麺にはさっぱりとした酢の香りがあり、エビの天ぷらはサクサクしていました。昼食の後はみんなで1時間ほど昼寝をしました。家の中は静かで外から風の音だけが聞こえました。カーテンの隙間から柔らかい光が入り、時間がゆっくり流れていきました。昼寝の後、私は祖父に英語を教えました。祖父はアメリカに行って大谷翔平の試合を見たいと思っているようでした。ノートを開いてアルファベットの発音や簡単な挨拶の言葉を練習しました。祖父は一生懸命ノートに書き込みながら覚えようとしていました。祖母も一緒に聞いていて楽しそうにしていました。勉強の合間に日本の伝統的な和菓子を食べました。甘いあんこの味が口に広がり、温かいお茶とよく合いました。午後の勉強が終わった後、夕食の準備を始めました。この日は家で小さな焼肉をすることにしました。祖父は炭の準備をし、私は肉と野菜を並べました。祖母はタレを作り、香ばしい匂いが広がりました。みんなで火を囲みながら焼き、のんびりと夕食を楽しみました。夕食の後、片付けをしてからお風呂に入りました。外の空気はますます冷たくなっていましたが、湯船の中はとても暖かかったです。体がほぐれていくのを感じながら、一日の疲れが少しずつ消えていきました。
お風呂の後、温かいお茶を飲み、少しだけテレビを見ました。祖父母はソファに座ってくつろいでいました。家の中は静かで安心した空気に包まれていました。夜、時計を見ると10時を過ぎていました。布団を敷いて明日の準備をしました。外では風が少し吹いていましたが、家の中は変わらず暖かかったです。ゆっくりと電気を消して布団に入りました。こうして月曜日が終わり、穏やかな一日が静かに過ぎていきました。目を覚ます。目を覚ます。取り出す。取り出す。鍋。鍋。割る。割る。火加減。火加減。巻く。巻く。煮る。煮る。温める。温める。囲む。囲む。笑顔。笑顔。穏やか。穏やか。探す。探す。差し込む。差し込む。眺める。眺める。和菓子。和菓子。